おはようございます。こんちこんばんは、ポテトです。今日もデータ分析ができたいなと思います。よろしくお願いいたします。よし。今日はですね、足裏コントロール分析やっていきたいなと思います。特にね、特殊ダブルタッチをね、追加したい選手とかにね、よく考えてたりとかね、選択肢としてはあるかなとは思うんですが、足裏コントロール、ね、単体での効果は実際どうなんだと、使用感もね、かなり変わるんじゃないかとも言われてはおりますが、実際のところどうなんだと、どういう風に変わるんだというところをですね、見ていきたいなと思います。今回検証で使う選手はトーマス・パーティーをチャラくしたせーのトーマス・パーリー選手ですね。ということで、この選手を使っていきたいなと思います。トーマス・パーリー保険でですね、足裏コントロール出ましたので、このトーマス・パーリーと、何もついていないトーマス・パーリーを使ってですね、その違いを見ていきたいなと思います。で、そもそもですね、足裏コントロールのちょっと説明から見ておきましょうか。足裏コントロール、トラップやターン時に足裏を使ったボールコントロールが増えます書いてありますね。増えますってことなので、この説明を見える限りですね、可能性というか確率が上がっていくというようなところも考えられるのかなと思います。なので持ってなくても一応できるよっていうね。だけど足裏コントロールついてるともっといっぱいやるよみたいな、そういうことなんでしょうかね。ということなので、ちょっとね、そういったとこも踏まえてやっていきましょう。視聴者普通でチームスタイルレベルは100という形でやっていきたいなと思います。まずはですね、スキル持ってないトーマス・パーリーの動きから見ていきましょうか。あれでドリブルをねしていきますよと。ちょっとランダムにね動いてみました。これ見てる限りもね、そんなに違和感というかね、こんなもんかというところもあるかなと思います。で、時折ね足裏でコントロールしてる時もあったりするので、やっぱりね、全くゼロになってるわけではないかなというのは分かりますね。操作しててね、扱いやすいかと言われるとね、どうなんだろうなっていう感じですかね。ドリブルしやすくはない、そんな印象ではありましたね。説明文にもありましたのでね、トラップも見ていきましょうか。トラップね、普通ですよね。ちょっとインパクトパスとかでトラップしてみた時にね、ちょっとブレる時もあったり、ブレる時というか、方向指示何もしてないんですけど、ちょっとね自然と前に走っていたりとか、特段ねおかしいなという感じはないんですけど、これがね足裏コントロールつくとどうなるのかっていうところもね見ていきましょうかね。はい、次はですね、足裏コントロール持ちのトーマス・パーリーを見ていきましょう。確かにですね、これ見ているとわかるかな、使っている感覚で言うとですね、反応は速くなってる気はしますね。使用感というかは確かに上がっているというか、ドリブルはねある程度しやすくなったなってすごく感じましたね。ゆっくり方向を変えた時っていうのはそんなに差がないんですけど、クックっていうね急に変えた時、この方向転換の時の反応とか動きに関しては明らかに足裏コントロール持ってる方がですね、いい動きしてるなとは思いましたね。で、トラップですね。トラップも足裏でね結構トラップしてましたね。これは明らかに違うなというのは感じましたね。インパクトパスとかもねピタって足裏で止めたりしたので、これはボルコンとかね別に数値変わんなくてもこれだけ違いが出るんだなというのは分かりましたね。ということで2つ見てきましたけども、トラップに関してはね明らかに違うなというのは分かったかなと思うんですけど、ドリブルに関してですよね。ドリブルに関しては使用感は確かに変わったんです。変わった。これはね確かに変わったなとは思うんですけど、考えてみてください皆さん。じゃがいもの使用感っていう言葉信用できますか？いや僕はできません。そんなじゃがいもの使用感っていう言葉ほどね信頼できないものないんですよ。上手い人の使用感変わったよ、これはわかるんですけど、このじゃがいも野郎のね使用感なんてね誰も到底信用できないわけなので、やってきました。 iPhone に動きを記憶させて全く同じ動きをした時にどう変わるのか、これをね見ていこうかなと思います。記憶させた動きはですね結構クックっていうような違いがね出やすいところで持ってきました。スキルなしとスキルありをですねいっぺんに見ていきましょうかね。はい、スローで見るほど分かりやすいかなと思うんですけど、この方向指示
が入った時ですね、入った時の反応速度っていうのはね、そんな変わんない気はするんですけど、足裏コントロールの方はですね、足裏コントロールを積極的に使っていっている。スキルなしもね、足裏をね、たまに使ってるんですけど、精度悪いんで、その後の動きすごく遅かったり、次への動作遅れてるんですよね。足裏コントロールが足裏でやろうとしていることをですね、スキル持ってない方はですね、こう、インサイドとかアウトサイドでどうにか回り込んでやろうとしてたりするんですよね。結果的に体勢悪くなって、もうその時には次の方向指示入っちゃってるんで、そこからその方向に動かざるを得ないのでっていうようなこう悪循環な感じでですね、どんどんずれていってるというかね、動きが雑になっていってる感じはしましたね。まあそれに対して足裏コントロールはですね、結構連続的に指示が入ってもですね、足裏をうまく使いながら対応しているようなのがわかるかなと思います。で、最後こうぐるぐる2周ぐらいしてるんですけど、1周目はなんとかついててるんですけど、2周目ぐらいからですね、ついていけなくなって足裏を使ってたりをするんですけど、ここでもですね、精度の差とかが出てたりとかして、この後の体勢がね、だいぶ変わってきているかなと思います。で、最後、自陣方向に最後クイックイックイってやってる時に、足裏コントロールはですね、体の向きは敵陣の方向を向きながらですね、足裏でですね、やってるんですよ。で、その後に最後、まあ、後ろ向くんですけど、スキル持ちなしが、最後ね、ここの後ろに下がる時にですね、ボールタッチをするんですけど、後ろにね、蹴りすぎて、体の向きがもう後ろ向いちゃってるんですよね。なので、もう後ろ向いた状態でドリブル始まっているというような形になっていました。はい、ということでですね、明らかにですね、差が出てきましたね。足裏コントロールある方がですね、急な方向転換とかの指示に対応ができているというのが分かったかなと思います。あとは足裏をですね、使わざるを得ない時にちゃんとね、対応できてるのが足裏コントロール。で、スキル持ってない方が足裏コントロールを使うことももちろんあるんですけど、まあその精度がちょっと悪かったりとかね、流れちゃってたりとか、微妙な差ではあるんですけど、ここにね、違いが出てきたり、その次の動作が遅くなったりっていうのが感じられましたね。で、一つ気になることありませんか？そもそもですね、トーマス・パーリーのドリブル数値めっちゃ低いんですよね。ドリブル高い選手と比べたらどうなるのか、これ気になりません？ということでやってきました。もう一人ですね、トーマス・パーリーをちょっと取ってきまして、このトーマス・パーリーにですね、タレントポイントを全てドリブルに振りました。で、ドリブルがですね、第80超えて、ボールコン90超えるのかなっていうような形になりますので、これでどう違うのかを見ていきましょう。全く同じ動きをしていきます。並べておきました。こんな感じですね。ドン。はい、ということで、これもスローで見ていきましょうか。明らかにですね、やっぱドリブル能力高くなってると反応早いですよね。方向指示に対してのボール触るまでの時間が明らかに短縮されてるのがわかるかなと思います。で、最後ね、2周してるところ、ぐるぐる回って2周してるところ、能力上げてない場合ですね、途中2周目ぐらいでですね、もう足裏を使って省略していてたりとかするんですけど、このドリブル数値高い方に関してはですね、ちゃんとね、2周ついてってるんですよね。で、終わりの体勢がいいので、整ってるので、その後の後ろ向きのところですね、自陣側に方向指示が入った時もですね、スキルなしの時みたいに後ろを向かずにですね、ちゃんと敵陣方向を見ながらですね、ボールタッチを進めているんですね。だからこう見るとですね、スキル持ちと今回のドリブル数値高いトーマス・パーリーを比べるとですね、かなりね、どっちもいい動きしてるような感じには見えますよね。ただ明らかにですね、方向指示に対しての反応っていうのはドリブル数値高い方がもちろん早いんですけど、最終的な動きとしてはですね、足裏コントロールついてるだけのトーマス・パーリーもね、だいぶ検討してると思いません？かなり優秀なんじゃないかっていうね、気はしましたね。なので、足裏コントロール持ちの方は最短ルートでターンをして、ドリブル数値高い方はそれをスピードでカバーしてるというような、そんな感覚になりましたね。で、まあどっちの方が扱いやすいかとか言われると、もちろんそれはですね、ドリブル数値高い方が扱いはしやすいんですけど、足裏コントロールだけ持っててもですね、ある程度ね、扱いはしやすくなっているかなと思います。ということで結論、足裏コントロールはかなり使用感良くなるとします
ちょっと冗談ですけど、結果的にはね、使用感良くなるには繋がるとは思うんですけど、理論的にちょっと話をしていくと、方向指示に対しての反応スピードっていうのは、ドリブル数値が上がらない限りは上がらないよということを踏まえた上で、ただその上で足裏コントロールを使えることでですね、最短距離でそれに対応することができますよというような形でしたね。これね、マジで優秀だなって思いましたね。なので、つけるとしたらば、もちろんね、特殊ダブルタッチを狙っている場合はもちろんつけていただきたいんですけど、それ以外の場合は、それこそ前線とか中盤もそうなんですけど、ちょっとだけドリブルしたいポジションってあるじゃないですか。ドリブル突破をしたいんではなくて、ちょこちょこっと触りたい時あると思うんですよね。特に僕の場合で言うと中盤のセンターミッドフィルダーとかは特にそうなんですけど、ドリブル数値をね、結構意識してはいたんですけど、足裏コントロールあればね、最悪これどうにかなりますね、これだったら。ということで、ちょこちょこっと触りたかったりとか、もしくはドリブル数値高くないんだけど足元数値あればなっていう選手っているじゃないですか。個人的に言うとですね、ビエラとか、あとジェラードとか、そういったところに関しては、そんなにドリブルに振ってないので、ポイントを。ちょっとだけ足元あればな、もうちょっとあればなって思うシーンがね、あるんですよね。こういう選手に足裏コントロールとかつけてあげるだけでもですね、かなり使用感というか、中盤での保持のしやすさは上がるんじゃないのかなと思います。あとは前線でのね、トップのね、選手とかも足裏コントロールあるとね、助かるシーンっていうのは多くあると思いますので、そういったところとかですかね。なので、細かいスペースでちょこちょこしたいっていう感じですかね。それが主に中盤とか最前線のトップみたいなところですかね。かなり使う機会が多くなるんじゃないのかなと思いますので、そういった選手にですね、ぜひつけていただければなと思いますので、参考にしてみてください。そう考えると、足裏コントロールめちゃめちゃ優秀じゃないですか。なんかごめんなさい、僕は勝手になんですけど、だいぶ侮ってましたね。特殊ダブルタッチつけたい人用でしょみたいなね、そんな感覚を持ってたんですけど、そういう風に思ってた自分が恥ずかしいっていうような感じになりますね。めっちゃいいの。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回の結果、皆さんどう感じますかね。皆さんのご意見、ご感想、クレーム等々ですね、あれば教えていただければなと思います。そして年内ですね、1万人を目指しておりますので、どうかこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録をしていただけるとすごく励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで今日の動画ね、これで終わりたいなと思います。次回はですね、月曜日になるかなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで今日の動画ね、これで終わりたいなと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。